2026年1月、日本の再生可能エネルギーにおける重要なマイルストーンが達成されました。長崎県五島市の沖合に並んだ8基の巨大な塔。海面からの高さは100メートルを超え、実に30階建てのビルに相当する国内初の商用浮体式洋上ウィンドファームがついに運転を開始したのです。この歴史的プロジェクトを主導したのは電力会社でも重工メーカーでもありません。なんとビルやトンネルを作る建設会社戸田建設です。なぜ建設会社は海のエネルギー開発に挑んだのでしょうか。今回は日本のエネルギー戦略における重要な選択肢の一つ、浮体式洋上風力について、その技術の裏側と経済へのインパクトを解説します。この発電所にはどのような技術が使われているのでしょうか。最大の特徴は海の上にプカプカと浮かんでいること。想像しにくいかもしれませんが、高さ100メートルを超える巨大な風車は海底に足をつけずに浮いているのです。普通に考えれば台風が来たら一瞬で転覆してしまうように思えますよね。実はこの装置、全長は約176メートルにも及び、その巨大な体を支えるため、およそ70メートルもの部分が海の中に深く沈んでいます。その形状は細長い円筒形をしており、専門用語でスパー型と呼ばれます。ポイントはその重さのバランスです。風車の羽や柱がある上の方は軽く、海に沈んでいる下の方は極端に重く作られています。中心が常に低い位置にあるため、強風で傾いてもすぐに元に戻ろうとする強い力が働くのです。これによって台風の激しい波の中でも安定して発電を続けることが可能になります。ここで注目すべきはその材料です。通常こうした浮体設備は全て鉄で作るのが一般的です。しかし戸田建設が開発したこの浮体は、なんと下半分がコンクリートでできています。上半分は鉄、下半分はコンクリート。異なる素材を組み合わせているため、ハイブリッドスパー型と呼ばれています。なぜわざわざコンクリートを使ったのでしょうか。ここに建設会社ならではの非常に賢い戦略が隠されています。一つ目の理由は重さ。先ほど説明した通り、浮体式風車を安定させるには下の方を重くする必要があります。鉄で浮体を作った場合、軽く丈夫にできてしまうため、わざわざバラスト水と呼ばれる重り用の水を入れたり、そこに砂利を詰めたりして人工的に重くしなければなりません。一方、コンクリートはもともとずっしりと重い素材です。つまり構造そのものが重りの代わりになるため、効率よく重心を下げることができるのです。2つ目の、そして最大の理由はどこで作るかという問題。全てを鉄で作る場合、それには高度な溶接技術と巨大な設備が必要になります。製造できる場所は限られており、そこから風車を設置する海域まで運ぶ。試算しなくても莫大な輸送コストがかかるのは明白ですが、コンクリートなら話は変わります。コンクリートを練って型に流し込む技術は建設会社にとってはお手の物です。特別な造船所がなくても、風車を設置する現場近くの港に仮設のプラントを作れば、その場で製造できてしまいます。実際に今回のプロジェクトでは、五島市の港のすぐそばで巨大なコンクリート浮体が次々と製造されました。遠くから運んでくる輸送コストをカットできるだけでなく、地元で材料を調達し、地元の作業員が工事に関わることができるようになりました。高度な技術が必要なエネルギー産業は地元には恩恵が少ない。そんなこれまでの常識を覆し、技術の力で地産地消を実現したのです。鉄が高いならコンクリートを使えばいい。運ぶのは大変なら現地で作ればいい。この柔軟な発想こそが戸田建設の強みと言えるでしょう。
しかしコンクリートを海に浮かべて本当にひび割れたり塩水でボロボロにならないのか。この疑問の答えは日本独自のアドバンテージを生かしたある工夫がありました。そもそもなぜ私たちは風車をわざわざ海に浮かべる必要があるのでしょうか。現在世界で稼働している洋上風力発電のほとんどは着床式と呼ばれるタイプです。海底に杭を打ち込んだり土台を置いたりして風車を海底に直接固定する方法ですね。陸上に建てるのと同じ感覚で技術的にも確立されており、コストも比較的安く済みます。風力発電先進国であるイギリスやデンマークが面している北海などはこのタイプが主流。なら日本もそれと同じにすればいいのではと思われるかもしれません。しかしここには日本という国が背負った逃れられない地理的な宿命があります。ヨーロッパの北海は海岸から遠く離れても水深の浅い場所がずっと続いています。対して日本の海はどうでしょうか。日本列島はいわば海の中から突き出した急峻な山の頂上のようなものです。海岸から少し離れるとすぐに水深が深くなってしまいます。着床式が使えるのは一般的に水深50メートルから60メートルくらいまでと言われています。日本の周辺で風が強く、かつこの深さに収まる海域は極めて限られています。秋田県や千葉県など一部の適した場所では着床式の開発が進んでいますが、それだけでは日本全体で必要とされる膨大な再生可能エネルギーを賄うことはできません。残された広大なフロンティアは沖合の深い海しかないのです。杭の届かないほど深い海で発電する。そのためには風車を浮かべる技術、浮体式がどうしても必要でした。しかしここで先ほどの懸念が頭をよぎります。コンクリートを海水に浸して大丈夫なのかという点です。一般的に鉄筋コンクリートの建物はひび割れから水が入り、中の鉄筋が錆びることで劣化します。過酷な海の上ならなおさら寿命が短いように思えますよね。ところが戸田建設が採用した技術はむしろコンクリートだからこそ海に強いという逆転の特性を持っています。その秘密はプレストレストコンクリートという技術。コンクリートの中に強力なピアノ線を通し、あらかじめギュッと締め付けておくのです。例えば本棚に並んだ本を想像してください。両側から手で強く挟み込めば本全体が一つの塊のようになり、持ち上げてもバラバラになりませんよね。これと同じようにコンクリートにあらかじめ強い圧力をかけておくことでひび割れを物理的に防ぐことができるのです。さらにコンクリートには水和反応といって水と反応して硬くなる性質があります。適切に管理された高品質なコンクリートは海水中にあることで乾燥による収縮が起きず、むしろ空気中に置くよりも安定して強度を保つことができます。鉄で作れば20年、30年という運用期間中、塩害による錆との戦いが続き、塗り替えや補修に莫大なコストがかかります。一方でこの特殊なコンクリート浮体であればメンテナンスの手間を大幅に減らすことができるのです。日本の海は深い。そして塩分を含んだ荒波が押し寄せる。この2つの難問を同時に解決する答えが従来の高価な鋼鉄製浮体ではなく土木技術の結晶であるコンクリート製浮体だったのです。机上の計算では完璧なシナリオですが、理論と現実は違います。地元の漁師たちは得体の知れない巨大建造物を許してくれるのか。そこには技術開発以上に困難な10年にも及ぶ長い戦いがありました。実は商用運転が始まるはるか前から五島の海にはたった1基の風車が浮かんでいました。2013年
環境省の実証事業として設置された浮体式洋上風力発電機、その名もハエン風です。五島の方言で南風を意味するこの先進的な風車は10年以上もの間孤独に回り続けました。幾度となく巨大な台風が直撃しましたが、このハイブリッドスパー型の浮体は一度も倒れることなく安定して発電し続けることを証明してみせたのです。しかし技術的な証明以上に高かった壁が人間心理の壁でした。海は誰のものかという問いです。代々その海で生きてきた漁師の方々にとって巨大な構造物は邪魔者でしかありません。漁場が荒れる、網が絡まるといった懸念から当初は激しい反対の声もありました。そこで戸田建設などのチームは単に場所を貸してくれと頼むのではなく、風車が漁業の役に立つことを証明しようと試みました。注目したのは海中に沈んでいる巨大なコンクリート部分です。海の中に大きな構造物があると、そこに海藻が付着し小魚が集まり、それを食べる大きな魚が集まってきます。いわゆる魚礁効果ですね。実際に潜水調査を行うと、コンクリート浮体の周りには驚くほど多くの魚たちが群れをなしていることが確認されました。風車が魚を追い払うのではなく、魚を育てるゆりかごになる。この事実をデータと映像で示し、粘り強く対話を重ねることで少しずつ信頼を勝ち取っていきました。今回のプロジェクトでは風車のメンテナンス業務の一部を地元の漁業関係者が請け負うなど、ビジネスとしての連携も生まれています。こうして積み重ねた10年分の技術データと信頼関係、この2つの強固な土台があったからこそ、2026年の商用運転開始というゴールテープを切ることができたと言えます。ここからは視点を変えて、このプロジェクトは経済や企業に与えるインパクトについて解説します。まず主役である戸田建設の変化に注目しましょう。これまでの建設会社、いわゆるゼネコンのビジネスモデルは作って引き渡したら終わりというものでした。巨大なビルを建ててもその所有権はお客様にあり、完成後の家賃収入が入ってくるわけではありません。これをフロー型のビジネスと呼びます。しかし今回の洋上風力発電事業は違います。戸田建設は単に風車を建設するだけでなく、自らは発電事業者としてリスクを問い、電気を売って収益を得る立場になりました。一度完成すれば今後20年間にわたり電気代が入ってくる。つまり安定したストック型の収益源を手に入れたということになります。これは建設会社がエネルギー会社へと進化するビジネスモデルの転換点と言えるでしょう。次にこのプロジェクトに参加している仲間たちを見てみましょう。事業主体となる会社には戸田建設だけでなく、そうそうたる大企業が名を連ねています。エネオス、大阪ガス、インペックスといったエネルギー資源の巨人たち、そして関西電力、中部電力といった電力インフラの担い手たちです。なぜこれほどのビッグネームが建設会社が主導するプロジェクトに集まったのでしょうか。それは彼らにとっても浮体式洋上風力が喉から手が出るほど欲しい技術だからです。脱炭素社会に向けて石油やガス、従来の火力発電に頼る企業はビジネスの根本的な変革を迫られています。彼らは今本気で再生可能エネルギーの電源を求めています。しかし自社だけで海の上に風車を浮かべるノウハウを一から開発するのは困難です。そこで先行して技術を確立していた戸田建設と手を組んだのです。この動きは一企業の話にとどまらず、日本政府もまたこの技術に熱い視線を送っています。政府は2040年までに洋上風力発電を最大4500万キロワットまで増やす目標を掲げています。これは原子力発電所で言えば約45基分に相当する規模です。
先ほどお話しした通り、日本の海は深いため、この目標を達成するには浮体式の普及が重要になります。政府は洋上風力産業ビジョンの中で浮体式技術を重点的に強化し、将来的には輸出産業に育てる方針を打ち出しました。台風が多く、波が高く、海が深い。世界で最も過酷な日本の環境で安定して発電できる技術を確立する。それはそのまま台湾やフィリピンなど同じような環境を持つアジア諸国へ輸出できる最強のパッケージになります。かつての自動車や家電のように、日本の浮体式風車が世界中の海で回る日が来るかもしれません。五島市で始まったこのプロジェクトは、日本の建設業が生まれ変わり、エネルギー自給率を上げ、さらには新たな輸出産業を作る。そんな壮大な経済ストーリーの第一章なのです。最後に、今回のポイントを3つに整理しましょう。1つ目は、深い海への挑戦。平地や浅い海が少ない日本において、エネルギー自給率を上げるための現実的かつ有力な選択肢、それが浮体式洋上風力でした。2つ目はハイブリッド技術の勝利。コストが高く揺れやすい鉄製浮体の弱点を建設会社の知恵であるコンクリートと組み合わせることで克服しました。安くて重くて産地消できる。このコロンブスの卵のような発想がブレイクスルーを生みました。3つ目は経済と地域の共生。戸田建設と大手エネルギー企業、そして地元の漁業関係者が手を取り合ったこの五島モデルは、今後の日本、そしてアジアの脱炭素ビジネスの標準となる可能性を秘めています。2026年、日本の海で新しい風が吹き始めました。皆さんはこの巨大な風車が浮かぶ未来をどう思いますか？ぜひコメント欄で率直な意見を聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。